ブロポタ TV へようこそ。今回は年始からオープンするブロンプトンポタリングツアーの拠点ブロンプトンステーション DIY 工事の様子をお届けします。お疲れ様です。ね、実はここのね、うだつの街並みの一角に新しくね、年明けからオフィスを構えようということで、今日から工事が始まります。12月ちょうどね、この街並みの一角にね、ブロンプトンポタリングステーションなるものをね、作ろうというね、プロジェクトがただいま始まるというところです。そうですね、いろいろとちょっと今日から手入れしていきましょう。さあ、軒下にブロンプトンが並んで、まずこの窓ガラス拭きから始まります。ちょっとずつね、ここ看板とか作ってね。さあ、ちょっとだけ中を見てみましょう。ビフォーアフターのビフォーという形ですね。ここはね、3年前にお菓子屋さんが入っていたらしくて、結構ね、こういうライトであったりとか、襖であったりとかね、綺麗な感じで残ってますね。で、ここのね、棚のところにブロンプトンをね、ずらーっとこう並べて、ここでね、ツアーを開始するような感じにできたらいいなと思い描きながら、まずは地道に片付けから始まります。今日はね、ちょっとこの大きな机というか、このね、板の部分と、このね、畳のところをこう剥がして、床板はね、杉板とかにしようかなと思ってますので、そこら辺の整備をね、地道に始めていこうと思います。さあ、ちょっとこっちの奥の方を見てみましょう。こっちはね、昔のキッチンというか、あ、どうぞどうぞ。そうですね。ちょっとね、まだ散らかってますけどね。かまどとかもこうね、昔のありますね。これもね、何かしら綺麗に掃除してすると、なんかね、良さげに上の方までね、煙突も抜けてますし、何かしらゆくゆく活用できたらいいなと思ってたりします。さあ、こんな感じでね、ずっと空気の入れ替えから始めております。ここのね、廊下もなかなかいい感じですよね。ずーっとこっちの方に続いていて、隠し階段的なとこがあるんですけどね。階段もね、こっちの内側にもあるんですけど、ちょっと迷子になりそうなぐるぐるといったところにありますのでね、そこら辺も徐々にね、整理していこうと思います。こちら抜けると中庭で、こっちもね、ちょっとまだね、片付けがなかなか及ばないところですけどね、昔のこのお手洗いとか、さっきのね、台所の裏側で、ここの場所も綺麗にすればね、なんかバーベキュースペースみたいになったら面白いなぁと勝手に妄想したりしております。うだつながってる街並みのね、昔のね、この商家でこういうこうね、梁であったりとか、家の作り、フレームの部分がめちゃくちゃ立派ですのでね、まだお掃除の段階ですけど、お客さんというか興味を持っていろいろとお話を外で聞いてる人がたくさんおります。ね、子供も大人もブロンプトンでね、楽しくポタリングしようっていうのでね、ここからいろんな物語が始まればいいなと思ってます。接客というか、お客さんがまだ全然掃除するだけなのにあれだから、なかなか肝心のこの掃除が全然進まん疑惑があるんやけど、まあそういうのも我々っぽくていいかなみたいな感じでございます。こういうね、なんか細かい椅子とかね、家具もね、かなりこうおしゃれなんですよね。結構ね、こういうフレームのね、この部分であったりとか、そこのね、障子であったりとか、なんかそういうの見てるだけでなんかワクワクしますよね。物を移動するのに襖に穴を開けてはいけないっていうので、襖を外してるんですけど、襖外すとなんかめちゃくちゃ広くなりました。まあ当たり前なんだけどね、こういう感じで相当奥のズドーンとね、広い面積が見えるようになってきましたね。さあ、今日はとりあえずこの大きな机は
外せなかったので来週に回すとして、ここのね一部畳を外して、この奥の部屋とねこの板間にして、ここの上のところにねコンパネとか杉板張っていくための下準備という一日になりました。結構こうやってすると広いっすね。こっちはまだちょっとそのまんまですけどね。なのでね、いろいろとまたこれから DIY の様子もね映像撮っていこうと思いますんで、今日はどうもありがとう、助かったここは片付けなきゃいけませんけど、廊下がいい感じでね、この廊下をずっと行くとここに隠し扉があって、さらにね奥に階段があります。ちょっとね2階はなかなか手つかずですけどね、2階も少しだけ記録も兼ねて撮っておきましょう。ほい。2階もねかなり部屋がたくさんあって、こっちの方はゆくゆくになるんですけどね、なんか面白い場所になったらいいなと思ってます。でこの窓のところからね、このうだつの上がる街でね、うだつがしっかりと上がってます。こっからのね眺めもいいですよね。でこういった感じでね部屋がたくさんあるんですけど、ここの部屋はね出窓があって、さらにね水場があります。こういうねこう昔の1966年のカレンダーですけど、鳴門でね渦潮のとこなんですけど、鳴門大橋がまだかかっていない頃の写真なんですね。この世界地図もまだソビエト連邦です。でこっちの奥の方にもねそれぞれ部屋があったりしますんでね、いろんなね起業家であったりとか、なんかねちょっとお見せしたいなっていう人とかね、そういう人が集まる場所になればいいなと思ってます。こっちがね表の一応こう階段があるんですけど、蓋が閉まってますんでね、ここもちょっとそのうち掃除して2階に行きやすいようにできればと思ってます。はい、2階はこんな感じです。うだつの街並みの一角でブロンプトンポタリングが始まります。ちょっと取ってくるわ、水の量。ありがとうございます。さあブロンプトンステーション DIY2 日目ですけれども、今日はねこちらの宗さんが作ってくれたブロンプトン用のこのキャスターがね来ました。ギュッと締めて、お水バケツ入れて止まらんかったからまたやらな、めんどくさいなこれ。ちょっとね水道の補修から始まっております。でその間私はこちらのねコンパネをこっちのね床板のところに運んで、今日はね床の作業をやろうと思います。さあちょっと裏に回り込んで、どこか水が漏れてやしないかということでね今チェックしてるところなんですけど、裏のところでどっか水出てるかな。若干ね針が動いてるんですよね。さあこれからビス打ちとちょっとねここの空間を埋めるためにね採寸をしつつ、少しねこれを切ってこの隙間を埋めるって感じですね。結構ね昔の古民家ですのでね、畳1畳分の大きさが今のよりだいぶ規格が大きい関係でね、少しこういうね空間ができますけどね、ここも切り張りして埋めていこうと思います。いやもうこれが曲がってするカット力がないだけに。バッチリです。こんな感じでねいろんな方に手助けいただいて、少しずつブロンプトンステーション出来上がっております。はい、すみません。はい、ちょっとね休憩でお昼の時間でございます。どうもお疲れ様です。牛肉弁当、皆さんは唐揚げ弁当。お昼の時間で休憩でございます。さあこのちょっと大きな机を解体してますけど、めちゃくちゃ立派なナットというか作りがねスペーサーがあってしてますので、ちょっと解体作業中でございます。これ材何でしたっけ？なんか変わってましたよね。塩地っていう木ですか？聞いたことない。
一本一本がめちゃくちゃこう重量感ありますよね。これ昔ドアに高級ドアとかにこしらえたり。ドアの枠ですか？うんドアであ、そのまんま。そうへえ。大きい板をこう組んで。あ、なるほどなるほど。建具のプロも来てくれました。団長でございます。という感じでね、とりあえず大きな猫の机が今解体されましたので、次の作業に移ろうと思います。でもこれ着てこうしたあれら大丈夫だよ。村さん、メガネそれめっちゃいいじゃないですか。これしかもあれセルロイドですね、これ横。違うなちゃうんですか？これはビニールっぽいな。ビニール？セルロイドかもしれない。ビニールかな。すごー。かわいいよなこれ。おしゃれじゃないローガンやねこれは。それでもブロンプトン乗ったらかっこいいですね。ローガン。すごー。これなんかお宝がいろいろと出てきましたけど。わ、キセルもあるこれ。キセルとかこれすごい初期のカラーテレビ。シワさんがくれって言ったから。なんかねちょっと外の方にね棚出してきましたけど、ラジオとかポケシにアイロンにすごいな、なんか昭和のグッズがたくさん出てきましたね。面白い。こういうのゴソゴソして遊んでるとなかなかね仕事が進まないからね。お、テレビちょっとあれじゃないですか、でかすぎるかも。上にそう、近所の人みんな集まってテレビ見て、そう王と長島が打ってたりとか、大砲の相撲とかね、めっちゃいいやん。巨人に相撲に卵焼きかな、昭和の子供の好きな三種の神器的なね。結構ねこの古民家のものをそのまんまねこういうインテリアに生かすとまたおしゃれですよね。また不思議とねこういうのとブロンプトンが合うんですよね。全然ね関係なさそうに見えるんですが、そういう感じでね2日目もだいぶ進んできました。戦争前よ、これ。逆に入れよう。それ何？戦時中の戦争前？金ちゃん。いやこれ最近かと思ったんですけどちゃうんすよね。こ株券じゃんこれ。株券貯蓄債券って書いてある。貯蓄債券やろ。国債？国債だよ貯蓄ってね。書いてあるんで。国債だったら大損すごいですよね。すごいひょっ。としたらお金の。これやばいですよね。これね、なるんじゃんお金。なるかもしれないこれ。それ左手のやつって今もまたそれも貯蓄。これはもう多分札のある。結構いい。しゃあない今返すわ。持って帰ろうと思ったけど。何をですか？ハサミ。じゃあ。カミソリ。めっちゃあ、これもしかしてバリカンとカミソリってあそうれですか？そうそうセットやったんやから。理髪のセット。あそうだったんだ。すごい。このカゴに入ってこう中にこの辺隠しとったわ。そう債券債券。ライトついたら楽しいな。これ中にへー、もうお宝がたくさん出てきてる。こう買われるのラジオも。ああ、この前買ったやつ。使えるの？これ電池変えできるんじゃん。なんかでも普通に使えそう。あ、本当ですか？明日もちょっとやろうかなと。でも別にとりあえずはええんじゃん。ここだけすごいな、なんか畳に穴が開いて、いろり？作ったらいろりでしょ。私はだから狭い寒いからさ。いろりがあんなところに。ね。僕は広いところここにこたつしてここでおったんちゃう。ああ、階段下で狭い空間だからあったかい。そう確かに。うわ、こんなとこから階段が出てきた。で火鉢ぐらいに入って閉じられとったな。階段の場所。ここめっちゃ怖いよここ。そう、完全にね、これ上蓋あるでしょ、階段もね。とりあえずここもここ気になる。どうしたん？めっちゃ怖い。ここやばいここやばい。もうこっちへ運んでしまおうか。やばいな。いやー、面白いなー。さあ、通りすがりの和服のモデルさんを捕まえていきなり撮影会が始まっちゃいましたけどいきなり撮影会始まりましたけどね、いい感じでございますすごい和傘がまたおしゃれ。ブロンプトンのこの色とまた映えますね。乗れるんちゃうかな。ねえ、絶対いける気がする。ちょっとこう足が見えてかっこいいじゃん。ねえ、かっこいい。内装もね、今ずっとやってるところでしてね、床の方をこう、全然もう大丈夫ですよ。ここ借りたんですか？買ったんですか？ここね、一応借りてやってますね。上も上がってくれていいですか。そっか。もうこれね、昔の本当に今は立ってね、うだつの上がってる家ですから、すごい立派ですね。欅の欅の、
でやっぱり100年経ってて全然価値が歪んでない。ね、もう襖とかも普通にねスライドするし、うん、ちゃんとできる。襖が外せるっていうのがすごいです。うん、もう普通このぐらいの家に引っかかりますもんね。外せない。そそう、ね、いろんな色のブロンプトンに着物が映えますね。自撮りでございます。めちゃめちゃいろんなとこ行ってるからね、すごいいい感じ。ね、いろんなとこ行っていろんなもの撮って和でも洋でも映えますね。なんか今日はなかなか充実感がありますね。やった感がすごいいい感じで。という感じでね、DIY。いや、空宗さんプロですからね。あ、どうもありがとうございました。またぜひお越しください。ありがとうございます。ちょっと帰ってすぐ仕事なのであ、ぜひぜひまたお越しください。ではではどうも。日本にはまだまだ魅力的な場所がたくさんあります。これからもブロンプトンでのポタリングツアーを通じてその魅力をお伝えしていきますので、チャンネル登録、いいねボタンをいただけましたら励みになります。自分もツアーに参加してみたいという方は概要欄にあるリンクをご覧ください。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。